はい、倉吉を観光した後ですね、城崎温泉に向かいました。倉吉から城崎までは、特急あるいは普通列車を乗り継いでだいたい3時間半ぐらいから4時間ぐらいかかりました。私はこれあれですかね、1時に倉吉を出て城崎に3時半ぐらいに着いたと記憶してます。これはあれですね、鳥取まで特急で来て、鳥取から城崎はですね、普通列車に乗り換えました。で、これ鳥取市の辺りで、鳥取の町過ぎるまでは、一応こんな感じの町になってました。ところがですね、もう少し先に進みますと、景色が変わります。こんなようにですね、山とですね、あるいは海、そこを縫うように、山陰本線は進んでいきます。日本海のこういう海の様子っていうのは太平洋側に住んでいる私としては見てて飽きないですね。でこれはですね余部の駅です。あれですね、かつてはですねここに鉄橋がかかってましたけども、2010年に鉄橋の橋からですねコンクリート製の橋に架け替えられてます。これ下ですね低いところに集落がありまして、その上をまたぐような格好で橋が渡っております。余部の橋梁ですが、昔は鉄橋と言ってましたが、昔々 NHK の夢千代日記でこれ確か出てきたような記憶があります。今の橋は2010年に架け替えられています。で、この駅のところ外から曲がってこれて展望できるような感じになってまして、この日も結構電車には乗らないんだけど外から来た人がたくさんいました。でなんだかんだ言って、城崎温泉の駅に着きました。城崎温泉の駅は結構ですね乗降者数が多いようで立派な駅舎になってます。観光客の方特に外国の方がですね大勢いらっしゃいました。で駅からですね、この温泉街の中を通ってちょうど温泉街の反対の外れの方に私が今日泊まる宿があります。なのでそこに向かってます。こうやって前に見えるのは外湯の1個ですが工事をしてて今入れないようです。でこれ駅前近くのあれですね、お店屋さんがたくさん並んでいる通りです。お土産物屋さんとかですね飲食店がたくさん並んでます。この時期やはりあれですねカニ漁が始まったということもあってあれですね、海産物扱うお土産物屋さんではカニがたくさん並んでました。ちょっとこのお土産堂100選というところに入ってみました。あれですね、鳥取編で売ってるお土産もですね、魚系、アゴのふりかけとか、あるいはカニだとかですね、がありましたが、やはり日本海側ということで海産物系は似たようなものが置いてあったように思います。あとは温泉だから温泉まんじゅうみたいなものもありました。ここで何お土産買って帰ったか忘れちゃった。これあれですね。よく映像に出てくる柳通り。これはどっちかな、北柳通りになるのかな。そうですね。この川、大谷川というそうですけども、この川の両岸に柳の木がずっと植えてあります。でここ見えてる橋じゃないですかね。これも結構ですね観光写真に載ってるような橋ですね。同じような橋いっぱいあるんだ。で下駄履いて歩いてる人もいるみたいですね。外国からの観光客の方、あれかな、中国系の方とかですね、欧米系の方がたくさん歩いてました。でお店もですね
日本風なお店もあればカフェもあり、ビアバーみたいなもんありですね。これはあれですね、外湯の1個の柳湯。だから今あれですね、城崎温泉営業してる外湯は6カ所になるんですかね。6カ所外湯がありまして、宿のお風呂に入ってもいいんですけども、皆さん外湯巡りをされてました。私もこの後、外湯を回りました。私勘違いしてたんですけど、城崎というとですね、夢千代日記と間違えて覚えてたんですけども、夢千代日記は同じ兵庫県でももう少し北にある湯村温泉というところの話だったようです。城崎はあれですね、城崎にてとかっていう小説があるんですが、高校でちょこっと見たことはあるけど読んでないな。これは外湯の1個ですね。一の湯かですね。でここで川からちょっと温泉街は一本外れたところを行きます。川沿いもですね歩いていけるようですが、こっちの方がメインだったようなのでこちらの方を歩いてきました。皆さんですね、もうこの日ね11月の20日過ぎで寒かったけど、皆さん外国の方もあれですね、宿の浴衣と宿の丹前着て歩いてらっしゃいました。でこれも外湯の一つ。私ここは入りましたね。御所の湯ですかね。昔なんかあれかな、皇室の関係の人が来たとかって何かで書いてあったかな。そういうお湯だそうです。やはり潤ってるせいか城崎の温泉街はきれいに整備されてますね。お店もみんなちゃんと生きててですね、温泉がこれがあれですね、御所の湯の入り口の写真です。これ御所の湯ね、確か中がですね露天風呂になってます。内湯はなかったような気がします。でこの右の建物がね、なんだったっけな、醤油屋だかそういうお店がやってる菓子かなんかのお土産物屋だったような気がします。そしてこの奥がですね、これすごくなんていうかな、由緒正しきそうな建物なんですが、入り口の門構えとかですね、入り口でお客様をお待ちしてる方なんかの身なりが立派なんですが、西村屋さんという宿です。1泊7万円ぐらいからのようです。ちょっと私には泊まりませんね。泊まってみると気持ちいいかもしれませんけど。でこの辺両横にですねあるのは温泉宿、多くは温泉宿の建物になりますね。ですからお客さんがそこから浴衣を着て丹前着て歩いてると。で外湯に行きますよという感じですね。これ結構城崎の温泉街を奥の方まで来たところです。で私が泊まった宿はここから右に曲がったところにあるいわゆるゲストハウスです。ゲストハウスですけど城崎相場なのか1泊1万円ぐらいしたような気がします。ちょろっと英語かな、聞こえてるのは。はい。ありました。これだ。ありました。これです。これ入り口がカフェになってて、その奥とか2階が泊まる部屋になってるんですけど、ゲストハウスといっても
一人専用の部屋をあてがってもらいましたので、快適に寝ることができました。これが私が泊まった部屋です。2段ベッドですけど1人です。で、宿で荷物預けて、ちょうど宿の真ん前にですね、温泉寺の、入り口とかロープウェイの乗り場がありました。で、温泉寺に行ってみようということで、行きました。城崎はですね、この温泉を開いたのが、西暦でいうと720年ぐらい、720年、1300年ぐらい前にですね、ですね、仏教のお偉い方がお湯を開いたと。で、お湯を開いたのと同じくして、お寺を作られたということだそうです。だから、そんなに前からある温泉街ということで、ものすごく歴史のある温泉街ということになります。で、このお寺がだから約1300年前に開かれたお寺ということになります。で、入り口にあるのはなんだっけ、薬師様で、実際の お寺はですね、ここから階段で上がってきます。結構登りました。片道どうだろう、15分ぐらいかかったんじゃないかな。で、知らなかったんですけど、この城崎のロープウェイって中間駅があってですね、その中間駅がこのお寺のあるところ、お寺のあるところに中間駅を作ったということですかね。ちょっとした山登りですね、これ歩いてくると。で、これ今は真言宗のお寺になってます。4時過ぎでもう閉門ギリギリだったんですけども、拝観料をお支払いしたらですね、和尚さんがですね、お寺の案内をしてくださりました。中の撮影はできないのでしてませんけども、この中をですね、和尚さんに案内していただきました。で、また降りてきましたが、このお寺の近くに温泉の元湯がありますよということですね。あとあれですね、ここ結構やっぱり温度が高いみたいで、ああいう卵をですね茹でるところがあって、あそこの横で生卵買って中に入れて卵を作ると温泉卵できるという、そういう感じですね。で、降りてきてですね、降りてきて比較的近くのところにある曼荼羅の湯というところに行きました。ここがそのあれですね、最初に仏教の上人様がお湯を開かれたところのようです。で、曼荼羅湯ですね、ここ1回入るだけで800円なんですけども、さっきの外湯フリーパスっていうのがあって、1日入浴券ですね、それが1500円で、それ持ってると1日何回でも入れるということなので、結構それ使ってですね、たくさん外湯巡りされる方がいらっしゃいます。私もですね、1500円の1日入浴券買って、この日曼荼羅の湯を含めて3カ所、お湯に入ってきました。夜暗くなってもですね、皆さん外歩き回る。外国からの観光客の方ってあれですね、宿の中でおとなしくしているよりも夜は外を出歩きたいという方が多いように思います。私スキーも行くんですけど、白馬なんかもですね、夕飯なんか宿で食べないで外で食べる人が多いようです。はい。で、これさっきの、御所の湯ですね。あとそれからファミマがですね、外回りがちょっと温泉街っぽくなってます。で、これもよく観光雑誌かなんかにある写真ですね。で、夕飯はですね、駅の近くまで来て、あれだったかな、お店の名前は一行一会とかって名前かな。で、日本海の海産物に舌鼓を打ちました。一人でちょっと贅沢してごめんなさい。カニをいただいたり、お刺身いただいたり、最後はですかね、なんかアラかなんかの煮付けをいただきました。結構美味しかったね。お酒ももらったし、はい。基本飲みすけなので、いい日本酒があれば飲んでしまいます。
ブレッジって見えんの？あ、これ注文してた。あ、違う。見えないし聞こえない。何の酒だったか覚えてません。はい、ごめんなさい。この店ちっちゃい店で開店早々に入ってよかったです。あっという間にいっぱいになっちゃってですね、他のお客さん入れませんでした。で、ご飯食べて夜の街を帰りますが、全然治安とか不安な様子はないですっていうか、当たり前ですけども、だからな、外国の方、特に欧米の方は嬉しそうに外をぞろぞろと歩いてました。やはり城崎あれですね、相当早く宿予約しないとですね、取れないようですね。で、値段も高くなっちゃいますし。外国からのお客様はですね、お風呂入るマナーとかきちんとされてますね。日本流に合わせていただいております。私さっきマンダラの湯と御所の湯入ったと言いましたが、この後宿に帰ってから宿より奥にある河の湯というところにも入ってきました。だから私3カ所ですね。ただお風呂入るの気をつけましょう。寒いのでのぼせてる方何人か見受けました。で、翌朝ですね。翌朝宿でちょっとパンかなんか食べたのかな。それで来たんですが、電車まで時間があるし、駅近くに喫茶店があったので、入ってきました。城崎こんなような喫茶店もあります。だよな、この時間帯はモーニングセットだったんだよな。と言いつつ宿でパンを食べたからあえてコーヒーだけにしたという記憶があります。はい、この後駅に向かって京都行きの城崎という特急に乗って京都に出ました。でこれでですね、11月の3週間の休暇の私の旅もこれで終わりになります。京都に出てちょっと京都駅のあたりを散策したりしたんですけども、その映像はちょっとございません、あしからず。はい。で、京都からは近鉄の特急に乗って桑名まで帰りました。いろんなとこ行けて、やはり旅行っていいなと思いました。また機会があったら旅行したいです。じゃあ皆さんこれまで見ていただいてありがとうございます。これで、今回のシリーズ終わりです。